ご飯、麺類、もやしとか。天かす。格別でした。中華そばも美味しかったですね。美味しかったですね。美味しかったですね。ちょっと麺とかだいぶ変わっちゃったんで、うちの中華そば2種類とおうどんの出汁ですよね。食材的にはまあこんな感じで、煮干し2種とで椎茸と干し貝柱と昆布と、まあ、スルメ少し。まず一つ目、イノシン酸、グアニル酸、グルタミン酸、この3つのバランス、1つよりも2つ、2つよりも3つってことでうまみの相乗効果ですよね、その辺のバランスを取りながらスープはいつも作ってます。これ煮干し醤油、まともなやつ買うと値段高いんで、こういう割れたやつ、これでも十分お出汁出るので、これもなかなか3キロ入り1万円ぐらいして上削り。中華そばですね。これはサワラ。少しずつ配合を変えながら一番うまみを感じる味じゃなくてうまみですよね。うどんには使いません、この舞茸は。お水からゆっくり温度を上げていくんで、煮込まない、もう本当に優しく静かに火入れていくので、そこ水のところに入れますね。これ、はい、おうどんの方ですね。ちょっと分量変わってくるので、はい、これ全部ですね。これがだしの仕込み。もう少しずつ入れてくるので、煮干しとかそういったお出汁の美味しさと鶏ガラで地元の白山僕の豚のうまみが合わさって美味しい出汁になっていくので、うまみがすごく増してきて、で塩分も少なくて済むんですよ。だから一般的なラーメン屋さんよりうちかなり塩分濃度低めにしてあるんで、よいしょ。今複合って言って麺合わせてこう少し麺の強度弾力をちょっとつけてるところです。でまあ2回複合させて今度は薄くしていくんで。して、まあそれはそれでいいのかな。いつもよりたくさんできる。はい、OK です。これ。
取り上げるのは上げますし。よし。おーい。はい。醤油入れます。醤油、塩、はい。でここから軽く30分ほど。結構1時間ほど置いといて、また使う。減ったりするだ感じ。お、卵です。はい。
します。おお。お蕎麦はすごいコシがあって出汁が味が良くてとても美味しかったです。中華そばも美味しかったですね。美味しかった美味しかったですね。格別でした。いらっしゃいませ。今引きの先一個作るわ。すみません。これ坂口地区のメンマです。花粉症もあるんで。だし、お醤油とかおだしなくなるまでだいたい火にかけておいて、でそれを真空にします。で真空にすることによってだしをこう染み込ませると。はい、いらっしゃいませ。お待たせしました。はい、いらっしゃいませ。はい、いらっしゃいませ。あ、そういうこと？ご飯と麺が入ってます。で、ちょっともやしも入ってないから、ちょっと二郎系っぽくなってます。ひて丼一つと、はい、手の一つあります。はい。ボルガラスの右一つ。キャベツも今もめっちゃ高いですから。キャベツもめっちゃ高いです。
客さんのびっくりを取ってきてください。ぜひ。はい。はい。もうこれ。やばい。ご飯と麺類のこう合体ってできないから、そば飯とかそういうものはあるけど、ご飯麺類だからとんかつ、もやしとか。何か丼物を頼んでいただいて、そこにこうセットでこういう美味しいです。はい。ボルガイス。タルタルソースカツのがお一つ、ジュースバナー温かいのがお一つ、ボルガイス右のお一つでよろしく。はい、タルタル。すいません、かけそばですね。はい、入れてどうぞ。美味しいね。おいしい。美味しい。よく来られてるんですか？今日初めて。小さいやつは上から乗せる感じで、こうやって感じで。ありがとうございました。よいしょー。そうです、そうです。卵は4つ、3個から4個。どう？
眉まだなんで。はい。これ最後の中華も一緒にいけるか。最後の中華もいけるか一緒に。いらっしゃいませ。一つ中華3番一つお願いします。はい、中華。いきますね。はーい。ありがとうございます。足2つ。はい、ありがとうございます。はい、来ました。はい、どうぞ。仕上がってると思います。はい、うな丼です。はい。7名様お待ちです。ごめんなさい、卵とじです。お疲れ様です。はい、どうぞ。はいはい。いらっしゃいませ。濁りとか。本当はこれを3つ並べてやりたいですね。どういうそば湯を。はい。ありがとうございます。小盛りですけど結構野菜も入ってるんで。持ってきて。3番。倒れてきた。3番席。倒れて。はい、どうぞお待ちどうさまです。
すごいうまそうですよこれ。ねこの大将はやっぱ創作料理とかもすごく上手なので、事前にこの魚が欲しいっていうふうに、注文して長いことお付き合いしてくださっている魚屋さんが持ってきてくださるんです。この味は昨日仕込んだ味ですね。6度の冷蔵庫に入れて1日置いて、で旨味を引き出して、天ぷらでお出しすることもあるんですけど、かつら抜きした後に細く切って、私は高校卒業してからなんでだいたい今5年目ぐらいで、今年23になります。もともと和食ができるとこ探してたんですけど、コロナとかもあって温泉とかしか求人票がなくて、個人のお店でやりたかったんで。茶を出したりとかおしぼりを出したりとか、そういうようなところから始まって、で洗い物やったりとか、何でもできるようになってから一応やっぱり握った方が、将来何やっても助かるんだなと思って、覆面にするんで味付けをします。今アルコール飛ばします。はい、いらっしゃいませ。はい、いらっしゃいませ。能登生コスから置いていきます。はい。青じそね。青じそ。豚になります。塩とすだちで味がついてます。
失礼します。課金になります。はい。天然の鯛ですね。こちらポン酢につけてお召し上がりください。はい、失礼します。これは虫のだけで味付けした上に入れてね。今日はいいけど、小さいね。気になってます。美味しいね。美味しいね。少しは美味しいです。よくわかるんですね。失礼いたします。すごいな。うまく回転すれば。カンパチになります。醤油ついてます。タイになります。ポン酢で味がついてます。それだけがやで、他のも。どっちから見るか。こうやって浅いていく。味になります。醤油ついてます。あともう一品。一品で。こちら水ガニと白菜の漬物の小丼になります。混ぜて召し上がってください。それ作って。一通りになります。止まります。やってました。ものが綺麗なし、まだ新しいんでね。こうなんとか手回してなんとかできたよ。真ん中の四角いお皿が漬けだれになります。手元が全部見える中でお客さんに味付けして握って出すっていう、それが一番の売りだと思います。
カンパチになります。醤油がついてます。の量よりカッパの量が多いっていうか。します。白菜の漬物と合わせたら美味しいんじゃないかなと思って合わせて、それを小丼にしました。ここに一味をかけるとさらに美味しくなるので。カニと漬け。でこれはもう魚さばく用と、あとお刺身を引く用で、これ柳刃、お刺身の包丁ですね。黒崎さんと龍泉刃物さん、酒屋さんとちょっと相談し合いながら、これがこの魚に合うよっていうお酒をチョイスして使ってます。なんか魚には辛口が合うってよく皆さん、まだ親父とおじさんとここに立ってやってたんですけど、4年前ぐらいから親父がもうやらんようになってきて、僕がメインでこっちでやり始めてっていう感じですね。でコロナの時にですね、いろいろ改装し始めたんですって。何もしないよりは何かしなあかんと思って。最初街中にあって、でそれからもうちょっと行ったところにあったんですけど、転々として3店舗目になった時にこれをお客さんから、いただいて、なかなかそんな天狗なんて使ったお寿司屋さんっていうのもなくなってきてるんかなと思います。このＶＴＲ紙はない。
ビール、瓶、生。朝に。若いもん誰のもんはどう言ってんのあのさ、俺だな。醤油でなし塩でもいいんだ。もう美味しいんで。ことカンパチとタイはポン酢もポン酢でも OK です。で、イカとタコとタイはお塩でも大丈夫です。で、お好みでお醤油。はいはい。この大将はやっぱ創作料理とかもすごく上手なので、ちょっと変わった感じのものも食べさせてもらえるので。全部は劇団の中で解散するんでやってる時田舎もいてみんなこう止められて後ろからあれがみたいな。はい。生子大丈夫ですか？生子大丈夫。はい。はい。天然のタイですね。上からお塩をパラパラとかけていただいて、であとわさびをつけてお召し上がりください。うなぎも焼いてください。うなぎ。決まるやん。一応に1機やけど、ちょっと出た。もうどうですか。はい、失礼いたします。はい。邪魔なのもらってきます。おいっと。割りの。無料開放になってるんで、体育館を止めてください。はい、どうさっきの奈良漬けの塩味とかあん肝と一緒に食べると後からあん肝がバーッと出てくるんですよ。削り方とか削り方のこと2年近い1個ほどでさっと入れ上げていただきたいですけど、こういうふうに飲んだらちょっとうまく出てくるともうぐちぐちになってしまうけど、お前もそうだよ。はい週に4回ぐらいっていうのはずっと行くって
銀行にしまっていいからね。じいちゃんにあたる人は、被災の時の様子聞いて、おばさんは、すごいうまそうですよこれ。これはうなぎ、アナゴです。アナゴやね。ありがとうございます。ある程度なんか元気にしかしその橋じゃ友達からここ美味しいよっていうことでお湯を切りながら麺をちょっと傷つけていきます。絡みやすくするためです。ありがとうございます。はい、ようこそいらっしゃいませ。めちゃくちゃうまいです。やばかったな。やばかったな。チャーシューの煮汁なんですけど、毎日の味付けのために香味野菜とか調味料をちょっと入れて、サラリーマンのお客様もいっぱい来てくれます。これがソーダ節とサバ節入れてだしを取っていきます。で動物系のだしと魚介系のだしを合わせてうまみの相乗効果を出してみたいなところはやってます。美味しいだしが取れてると思うので、はい、うち3店舗あるんですけど、学園店だけ二郎系のラーメンも出してるんで、普通の背脂用のラーメンと二郎系のラーメンでちょっと粗めの背脂を仕込んで、今は2種類仕込んでますかね。これはだいたい1週間ぐらいかけて、うちの食感に近づけて最終的に味付けをするみたいな感じです。
りさせるために一晩つけるためのやつですかね。塩分が高いと塩味がもついてしょっぱくなっちゃうんで。それでこうやってつけといてお肉を柔らかくします。はーい。平日ですと130から140で、土日ですと200超える。平日ですと社会人の人が休憩時間に食べに来て、で夜営業はだいたい学生さんが多いですね。前の職場は介護の仕事をしていました。
とアルバイトとかで飲食業とか居酒屋さんとか経験してきてたんですけど、ラーメン屋で働くことがなかったので、自分自身もラーメン好きですし、興味が湧いて、こちらにご縁があって、大体80度以上になったら、止めて休ませておきます。はい、醤油とか塩ラーメン油ですね。黒部さんが全ジョッキとか2番手でお願いします。で私が麺上げで。はいよ。経理年1、私たちは日本一豊かな会社を目指し、その豊かさを共有します。友達からここ美味しいよっていうことで。はい、かしこまりました。お待ちください。はいよ炭を吸収する。茶道お願いします。いや、チャーシュー分こちらで。あと2分です。はい、どうぞ。はい、あり。完成です。はい、から失礼します。お待たせいたしました。ありがとうございます。はい、カウンター4番さん。はいよ。はいよ。はい、お待たせいたしました。以上まで。ありがとうございます。エマです。どうですか、お味。美味しいです。お次1分40秒で混ぜと塩です。いいよ。はい、お願いします。はい、ようこそいらっしゃいませ。お湯を切りながら麺をちょっと傷つけていきます。絡みやすくするためです。よいしょ。で、醤油です。はーいよ。はい、カウンター1番さん。はい、よろしく。
うちも以上でよろしいですか？はいよはいよ大変お待たせしました。塩ラーメンです。どうぞ。以上でお揃いですか？はい、ごゆっくりどうぞ。はいどうもありがとうございます。はいどうもありがとうございます。失礼します。水混ぜそばの注文のお客様。ありがとうございます。じゃあこちらです。いらっしゃいませ。ようこそ。はいようこそいらっしゃいませ。いたしました。ようこそいらっしゃいませ。はいようこそいらっしゃいませ。はい混ぜのりトッピング。白湯スープ混ぜそばのりとっぴです。お願いします。と言います。油 A セットです。はいどうぞ。同じ特製ダレかけます。お願いします。お気をつけて。はい、お気をつけて。はいよ。はいよ。殻残ります。カウンター一番3まで。以上でお間違いないですか。はい、ありがとうございます。醤油ラーメンとか塩ラーメンとかは2分間でちょっと長めに柔らかめにちょっと茹でてます。をつるつるっと喉越しよく食べれるので、白湯ラーメンと背脂ラーメンは逆に1分で歯切れよくちょっと、はい、ちょっと固めで仕上げてます。はいよ。あと1分40秒でゆずまで2つです。はいよ。
T7 番様です。はい、ゆず混ぜ2です。はい、ので、ゆずの混ぜそばお2つです。はい、どうぞ。以上でお間違いないですかね。はい、ありがとう。久しぶりだわ。はい、いらっしゃいませ。はいよはい、なんでーす。カウンター4番様です。はいよはいよはい、ゆずラーメンとパイまでがテーブル4番様です。はい、お願いします。いつも食べてるんですけど美味しいです。はいよこのお客様。はい、どうぞ。よく頼まれるんですか。いや、初めて頼んだんですね。なんか限定みたいなの書いてあったので。お味どうですか。めちゃくちゃうまいです。うまかったな。うまかったな。どうもありがとうございます。はい、混ぜパイ混ぜテーブル4番様です。はい、お願いします。あわら本店とここの松岡店で学園店とありますけど、人員確保でき次第竹府店の方を進出考えております。みんなで頑張っていきたいなと思ってます。